こんにちは、加藤です。今日は皆さんに基礎デッサンの中でも形がなかなか合わない、形を合わせるのが難しいと感じている人に向けてお話を進めていきたいと思います。アトリエでも使っているこういったモチーフなんですが、これらを例にとってお話をしていこうと思います。例えば皆さんが形が合うとか合わないといった時にどんな風にものを見ているのか、形っていうのをどんな風に捉えているのかというところから話を進めていきます。私はですね、皆さん書き始めエスキースというかラフスケッチですね。例えばバスがこんな風にテーブルに置かれていて、それを書く時にどんな風に見ていくかという時に、まずね、全体のフォルム、一個一個の窓の形じゃなくて、これ丸ごと塊として見た時の量感というか、それが合ってるかどうかっていうのを最初に重視してほしいなと考えています。まずは形、その中でも、形態ですね、フォルム、量感っていうのを意識してほしいと思います。縦かける横が何対何くらいの比率かなっていうのを、別に測り棒を使わなくてもいいんですけれども、目で見た時の細長さの印象が合うっていうのを最初の目標にして捉えてみましょう。まずは形の中でも量感ですね。量感、こういう塊ですごい単純化してますけれども、例えばこう斜め横から直方体のようなものを見た時って、こんな感じかなと。ちょっと何度も書き直しながらですけれどもね、こんな感じの四角い塊があって、よく見たら、ちょっとタイヤが飛び出ているなとかね、いろんなあるんですが、まずはこの一個のものとしての量感っていうのを最初に大事にしてほしいなと考えています。と同時に、もう一つ大事なのが、このバス、例えば今回幼稚園バスなんですが、構造です。構造って何かっていうと、これ工業製品、作られた人がデザインしたものなので、秩序ルールが実は内在しています。で、そういった構造を理解していないと形が合ってこないんですね。例として分かりやすいのは、例えばこれ4つタイヤがありますが、このタイヤの付き方、こことここと見えないけど向こう側にもこうあると思うんですが、このタイヤの付き方なんかは、理解してる人としてない人でうまく書けるかどうか、形が合うか合わないかって変わってきます。この例で言うと、これタイヤっていうのは軸があるので、こんな風にね、手前と奥とを結んでいる、こういう軸を想定して、ここに円柱があるような感じって、これ別の動画で前にお話しした内容と被っていますけれども、こういった構造感、どんな構造のものなのかっていうのを理解しているだけで形が合わせやすくなってきます。ここでちょっとね、おさらいしておきましょうね。ここで構造と量感、この2つを対にして形が合うとか合わないとか合わせるために大事にしてほしい要素です。はい、しっかり覚えてくださいね。量感だけじゃダメなんですね。で、構造だけでもダメなんです。ダメなんですっていうのは、理系の頭を持った人に多いんですけれども、絵を描くんだけど図面のように絵を捉えていて、構造を理屈で考えたらこうなっているはずっていうことが先行するあまり、目の前にあるこのものと似ない形になってくるってよくあるんですね。いや、この図面でというか、構造を考えていったらちょっと後ろに長くなりすぎたとか、タイヤが大きくなりすぎたとか、ちょっとね、頭が先行しすぎると、理屈先行しすぎると、目の前のこのモチーフっていうのの観察から得られる現象よりも理屈の方が優先するあまり、ちょっと似ていない、印象が違うっていうものになることがよくあります。なので私はこのね、というのと同時にパッと見た時のこの塊感というか量感、マスとかボリュームっていうんですけれども、この一個のものとしてのゴロンとしたこの印象ですね。この2つ、印象が合っていてかつ構造が合っているっていうのを最初皆さんが形を合わせる時の一つの目標にしてみてはいかがでしょうか。これからですね、形だけではなくて、例えば明暗とか材質感とか空間とか、そういったデッサンを形作るいろいろな要素についてお話を進めていきたいと考えています。今日は第1弾、形を合わせる、形が合うっていうために必要な要素2つ、構造と量感についてお話をしました。このことについて何か聞きたいこととか質問とかありましたら、遠慮なくコメント欄に書き込んでください。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。